はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。丸中盆栽です。まずはね、喉を潤してよし、それからね、作業に取り掛かりますよ。はい、今回はね、この4本をやっていきますんで、よろしくお願いしますねと。はい、最初はこれですよ。これはイボタですね。今ちょうど花の時期だもんでね、花が咲いていますね。はい、まずね、肥料を取って肥料ケースを軽く掃除してから、このね、表面の土、鉢の表面の土の苔とかね、雑草を除去していきますよ。ピンセットでね、ささっとむしるのが早いかなと思うけど、それはね、やり方は自由ですね。で、この枝をね、下に引っ張ってやった細い針金をね、今取ろうとしていますよ。意外とこれね、葉っぱが展開してくるとね、取りづらくなるもんで、展開というかある程度ね、葉っぱはあるんだけど、イボタの場合ははい、こういう感じで意外と苦戦しとるね。はい、1本取れました。まだあるもんね。ちょっとね、枝が増えてくるとね、入り組んだところにこう枝っていうかね、針金をかけたるもんで、そういうのがね、気持ちだよ。取りにくいかななんてね。はい、もう切って取りました。はい、じゃあね、この表土の続きだけど、この伸びてるね、徒長枝、これをね、目切りっていうかね、三角形の輪郭に合わせて切りましたけど、あとはこれ花だもんね。秋に実が止まるかもしれんもんでね、このままにしておきます。はい、肥料を新しく乗せ替えて、そしてこれね、消毒はオルトランですよ。はい、こんな感じです。ドギャンですか？はい、次はね、これもボーだね。はい、肥料ケースをね、トントンして、これもね、これ嫌いなんだよね、この雑草って爪草っていうのかな、なんかちょっと教えてもらったんだけど、本当に増えてね、花が咲いてまた種が飛んでってね、多分皆さんのうちの棚場のね、てかミニ盆栽の上にもあると思うけど、まさか除草剤かけるわけにいかんもんで、なかなか駆除ができない草の一つですね。はい、じゃあね、これもね、目切りというか剪定というかね、だいたい輪郭に合わせて飛び出たようなやつをね、切っていますけど、思い切ってね、この葉っぱのないところまで切って吹かせ直すっていうのもね、今の時期いいかもわからんですけど、出てこない可能性もあるもんで、そうすると枝枯れしちゃうからね、その辺は蚊がおったよ。これもうひゃー蚊がおるもんね。気をつけてくださいよ。侮れんよね、モスキートはね。
よし、ここでスプレーガンでちょっとね粘りを掃除して、こんな感じです。はい、表面にね、細粒を巻いて消毒をします。そして肥料ね、こんな感じでまあいつも通りの作業着姿だけど、まあその辺はね別にファッションファッションやっとるやつじゃないもんね。お許しくださいよ。はい、次はこれだね。これは紫式部と言いますけど、はい、これもね、まあどっからでも枝が吹いてくるんだけど、この下の枝がこれ枯れとるね。よし、まあ切ってもいいんだけど、まあちょっとハサミでねグリグリってやってペンチで皮を剥いてまあね小白じゃないんだけど、まあジンにしときますよこれもよく伸びるんだけど、これ一応この実物だもんね。だもんでこのね、どこまで切り詰めていいかっていうのもねあるし、実のことを考えるとなかなか切れんと間延びしてっちゃうしね、切ると実がつかんかったりね、もどかしい樹種だよね名前はなんかね紫式部なんてねかっこいいけどね。はい、こんな感じでね、まあまあ古いんだけど、これちょっとね水が通らんなと思って、ほらねなかなか抜けてかんでしょ。ほなもんで、まあ一応ねこうやって箸でギュギュッとこうやって下まで何箇所かこう刺すね。そうするとこの水が抜ける場合があるもんで、まあそれをしてみて、でもう一回こうやってやってね、まあだいぶ改善されたけど、まあこれでね改善されん場合は潔くね男として植え替えていきますよね、いいですか。はい、じゃあね、これ根っこっていうか雑草の根とかね苔のあれでね、この水通りが悪くなってくるもんで、意外と雑草の根だけね、この鉢の縁っていうかね、この根鉢のね縁を一周くるっと取ってやると水はけ改善するんだけど、まあ大体こうやって抜いちゃうともう根をさばいちゃうね。はい、横やってから上やってちょっと洗って、はい、これが白根が出とるね、根が動いとる証拠で、上の方はね、まあ粘れの方もね結構詰まってくるもんね、肥料かすとかいろんなものがこの八方にね中心から外に向かって根をかいてね、そういうゴミとかわけのわからんもん書き出してってくださいよ。ね。はい、じゃあね、いつものこれでね麻紐でこの粘りボールを作っておきますけど、もう慣れましたかね、このスタイルに。よし、じゃあねまたこの2号のね主音鉢に戻していきますけど、まあこれもっと根をさばいてもいいし、もっと小さくしてもいいんだけど、まあ丸長の場合はあまりね根を切らないで植え替えるスタイルですんで、他の方とはね違うかもしれんけどね、まあそれはそれで個性ということでね、よろしくちゃんどんごんですよ。はい、このようにね針金を曲げてセットして、で出てきたやつをね折り曲げて
こんな感じで固定しておきますよと。よし。じゃあね、ヨード、これをね、基本ヨード、これを少し入れて、これはね、赤玉の細粒、あんまり隙間がなかったもんでね、細かいヨードを選択しましたよ。そしてこのね、竹箸でヨードをすき込んでね、なるだけこの空間がないようにこれをやってくださいよ。これがね、ポイントだからね。よろしくベイビー。はい、それではね、固定していきますよ。このリサイクルの針金でね、下から入れて上を曲げて引っ掛けて固定とね。よし、もう一本先を尖らせて下からグリグリっとねねじりながら入れていって、出てきたやつを曲げて粘りに引っ掛けてね、で下から引っ張って曲げて余分をねカットする。簡単ですね。よし、底面吸水をさせて台をきれいにして、オルトランをね消毒をしてくださいよ。もうアブラムシ出てきてるんでね、特にバラとかね、あと口なし金図その辺は気をつけてくださいよね。はい、これはねウコギっていうやつだけどね、最近あんまり見んね。まあこれもね花が咲いて実がなるんだけどね、イボタと一緒のちょっと黒っぽい実がね。はい、これもね表土、この爪草っていうの、この嫌いなやつね、丸中が嫌いな取りにくい雑草、それと苔をね取ってざっくり取ってからねスプレーガンで掃除しましたよ。よし、こんな感じで消毒してね、肥料を入れて、こんな感じの粘りですよ。これ5年ぐらい持ってるかな。じゃあね、最後に並べて皆さんとお別れしたいと思います。はい、今回もね見てくれてありがとうございました。またね次の動画でお会いしましょう。もしよかったらねチャンネル登録お願いします。バイビー。